先日炎上系ラッパーが田舎のオタク正規を気持ち悪いとツイートして炎上してました。このように大学生の人が学生を閉じ込める刑務所の契約部でもっと気持ち悪い建造物があるのに、呂布カルマはもっと日本の上国した方がいい。僕はその呂布カルマさんを擁護しているというより、建物に関して文句を自由に言える社会の方が良いと思ってるんですよね。人間に関しては、それを言うことで傷ついてしまう人がいるよねとか、そもそも顔つきとか人種とか変えられないものに関して言ったとしても、その人は変えることができないんですよ。なので、ショックを受けて終わってしまうんですけど、建物とか色塗り替えればいいじゃんとか、じゃあ構造があったらそれ直せばいいじゃん。っていうので、例えば変な建物があった時に、その変な建物が何も問題がなかったよねというふうになってしまうと、他にも同じようなものが作られてしまう可能性があるんですよ。ピンクぐらいだったら許容できるよねっていう人はいるかもしれないですけど、でもそのなんかピンクだとちょっと気分が悪くなってしまうという人がいた場合に、それを口に出さないと、全然ピンクの液問題なかったから、じゃあうちもピンクにしてみようみたいなので、ピンクの液が増えてしまう可能性があるんですよね。なので、文句がある人は基本的に建物に関しては言うべきだと思うんですよ。なんだろうな。自分が好きなものを馬鹿にされるのが嫌だという気持ちはわかるんですよ。でも自分が好きなものが馬鹿にされるのが嫌だとしても、それが嫌いな人もいるというのは、やっぱり僕受け止めるべきだと思うんですよね。誠ちゃんハウスがすごく好きだっていう人もいれば、誠ちゃんハウス決めっていう人もいると思うんですよ。で、ただ、誠ちゃんハウスに関しては、誠ちゃんハウスがある通りとかを通らないという選択肢があるんですよ。誠ちゃんハウスを見たくなければ行かなければよい。ただ、バス停とか駅とか公共交通機関っていうのは使わざるを得ないんですよね。なので、公共交通機関に関しては僕は表現に関してはかなり厳しくならざるを得ないと思うんですよね。誠ちゃんハウスがじゃあキモいっていうんだったら、駅だったらもうそれは避けられないので、そうするとやっぱりかなり厳しめにその保守的な構造に駅はしなきゃいけないよねっていうのがあったりするので、なので、いくら自分が好きなものでも批判をされたとしたら別にファンは僕はそれは受け止めるべきだと思うんですよね。自分の好きなもので、非があるべきではないというふうに考えるのって、世の中そんなにあなたの思い通りにはなりませんよっていうのは、ある程度世の中の仕組みについて理解すべきだと思うんですよ。例えばじゃあ僕がウィングマンという漫画が好きでアニメが好きでしたとしたとして、でもウィングマン決めっていう人もいると思うんですよ。でも僕は別になんか、そういう人もいるだろうなっていう現実として受け止めてるんですよね。めちゃめちゃ好きで、ウィングマンみんなに好きになってもらいたい。だからウィングマン見てほしいっていうので、でもなんかあれ決めよとか、ヒロノケンタって名前どうなのみたいなのとかで、そうだよねって思ってしまうわけですよ。別になんか、嫌いな人もいるよねで受け止めればいいんですけど、ただなんかその自分の好きなものを攻撃されたらそれは認められないとか、自分が好きなものを攻撃されるので嫌な気分になる人がいるから、それを言うべきではないみたいになると、多分どんなものでも許容しなければならないということになってしまうので、なのでツイッターで書いてあるんですけど、ゴキブリの形の駅とかでも誰一人文句を言ってはいけないっていう社会になってしまうと、むしろそっちの方が良くないんじゃねえのっていうふうに思うので、建物に関しては割と保守的になるし、これは嫌だよねっていうのがあるんだったら、それは言っとくべきだよね。どこかで許されてしまうと、同じようなことが自分の使ってる駅でも行われてしまう可能性があるよねっていうものなので、なので公共のものに関しては僕は積極的に好き嫌いは口に出すべきだと思うんですよね。嫌いっていう人が3人いて、好きっていう人が1万人いるんだったら、それはいいよねってことになるので、なので嫌いっていう人がいたとしても、好きっていう人が大勢いれば、それは別に社会の中で許容できるよねって話だと思うんですよ。多くの人が自分の好きなものに関してとか嫌いなものに関して口に出せて表現できるという社会の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ハイボール液とか結構どうでもいいと思うんですけどね。ハイボールの名前を駅名にするみたいなので、確か駅名にするのでその駅がなんかお金もらってるとかで、別に超どうでもいい。ハイボールを飲んでる女の人の写真がその駅に貼られてたとしても、僕は超どうでもいい。でも、それが嫌いな人は嫌いな人で文句を言うのはいいと思うんですよ。で、なんか別によくねっていう言い争いをした中で、次の駅の人が、じゃあこれ、ハイボールやめた方がいいなってなるのか、別にハイボールぐらいいいよねって感じるのかっていうので、その議論の経過を見て決めればいいんじゃないかなと思うんですよね。フランスのオリンピックで開会式で、この演出はいかがなものかみたいなの結構言われてて、キリスト系の教会とかがそれは良くないみたいなのがあって、で、その演出家の人たちは、俺たちは自分でいいものを作ってると思ってるので、じゃあその何がどう悪かったのか議論しましょうみたいなのを言ってたんですよね。なので僕はそれが結構正しいなと思ってて、日本の場合って誰かが文句を言ったら、もうそれはなんか文句が言われてるから良くないものであるっていう風にしちゃうと、表現はどんどん萎縮していくんですよ。
でもどこまでの表現が許されて、どこまでの表現が許されるのかっていうのは、文句を言ってる人たちが間違ってる可能性もあるんですよ。なんで文句を言ってる人が、いや、あなたの文句が間違ってるよねって言われて、あ、確かにそうだよね。じゃあここまでは OK だよねっていう形で、表現の幅というのが狭まれなくて済むっていうのがあるんですけど、なんか日本の場合って文句言われたらもう取り下げなきゃいけないっていうので、表現の幅がどんどん小さくなっちゃってるんですよね。なので多分もう地上波でおっぱい出す番組ってないんじゃない？僕子供の頃ってギルガメッシュナイトとか 11PM とかおかしな番組結構あったんですけど、多分もう日本はあれ許されなくなっちゃってると思うんですけど、なんかそれもそれでどうかと思うんですよね。まあ別におっぱいなんか出さなくていいじゃないかっていうのも議論としてあるんですけど、逆にでもなんかおっぱいが出る番組があってもいいんじゃねっていうふうに思うので、深夜とかだったらもう子供が見る時間良くないんで僕も同意するので、深夜だったら別にお下劣なおかしなものを作りますというのも僕はそれはそれで表現としてありなんじゃないかなと思うんですよね。浮世絵という表現というのが、割と海外もゴッホとかも評価してたんですけど、じゃあ浮世絵ってどんな絵があるのっていうと、エロい絵めちゃくちゃ多いんですよ。葛飾北斎が描いてるような絵ばっかりしか多分教科書に載ってないと思うんですけど、浮世絵ってタコに侵される女の人の絵とか、縦巻物とか、本当にひどい浮世絵いっぱいあるんですよ。春画と言われてるやつで。でも、それも含めて日本の浮世絵文化なんですよ。エロいものだから需要があるよねってもあるし、かっこいい絵も需要もあるし、いろんな表現というのがあって、それが浮世絵という文化が生まれたので、表現の幅を狭めるというのは結果としてその社会からアート作品を減らしてしまう気がするんですよね。もちろんそういうのが嫌いだっていう人は見なくていいと思うんですよ。別になんかそれをみんながみんな見ろという話じゃなくて、僕は表現というのは自由にすべきで、ただ見たくない人が見なくて済むような形にするべきだと思うんですよ。なので別になんかすごくグロテスクなものでもあってもいいけど、でも駅にそれ貼っちゃダメだよ。それは駅はみんなが使う可能性があるから。なので、みんなが使うものは保守的で、見たい人だけ見るとかっていうものであれば、どんどんアグレッシブなことをしてもいいんで、見たくない人は見ないでいいんじゃないかなって思ってるんですけどね。映画のタイトル忘れちゃった。空想上のいたずらをするときに、リッキー・スタティーニっていう人がいたずらをしたよねっていうので、ずっといたずらを子供の時代からし続けて、で、なんかトラブったときに、リッキー役をその俳優の人に任せて、で、そこでなんかわちゃわちゃトラブルになるって映画があったんですけど、で、それの時も犬が正常位でやるシーンというのが面白かったんだけど使えないんだよね、みたいな表現が中であるんですけど、ああいうのも別になんか面白ければ面白いでいいんじゃねえかなっていうふうに僕は思うんですけど、なかなかそういうのが難しくなってるんですよね。シルク・ドゥ・ソレイユのシリーズの中でズーマニティっていうのがあって、18金のシルク・ドゥ・ソレイユのサーカスで、黒人と白人の人がエロいことをしてるように見えるっていうシーンもあって、やっぱりあれも文化的にはなかなか許されない。ゆりさんから見ている深沼さんの印象とください。直接お会いしたことないですよね。ネット上でリモートとかで絡んだことは何度もあるんですけど、ただまあラップをやる人っていうのもあって、言葉の使い方がうまいんですよね。選ぶ単語のセンスだったりとか、言い方の間だったり雰囲気だったりとか。なのでそこら辺でやっぱりテレビでは映える人だなと思うんですけど、プライベートで話をしたことがないので、プライベートでもあの話し方なのかそうじゃないのか全然わかんないです。はい。結構僕はプライベートで話したことない人多いんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。